皆さんこんにちは。今回はですね、なんと2021年にケイトが発売した商品の中からケイトチームが選ぶベスコス総選挙を行いたいと思います。はい、今目の前にずらっと21年に発売した商品が並んでいるんですけれども、この中から一体どの商品が選ばれるのでしょうか。この動画の最後にはケイトチャンネル初のプレゼント企画もあるので、よかったら最後まで見ていってください。 No more rules. Kate. はい、りさこさん、総選挙ということで楽しみですね。いや本当長いこと開発やってるんですけど初めてなのですごいドキドキしてます。早速ですけれども、21年に発売した商品を軽く紹介していきたいと思います。まずは21年前半に発売された商品、パーツリサイズシャドウ、スーパーシャープライナーペンシル、リアルカバーリキッドライトグロー、プロテクションエキスパート、リップモンスター、リップカラーコントロールベース、ザ・アイカラー、スリムノーズクリエイター、レアペイントファンデーション N、 そしてここからが21年後半に発売された商品です。 3D プロデュースシャドウ、 3D アイブロウカラー N、 パーソナルリップクリーム、ラッシュフォーマー EX、 フェイスパウダー Z、 リアルアイズプロデューサー、カラーシェーディングバー、バングスキープフィクサー、デザイニングアイブロウ 3D フィット、以上が今年発売された商品になります。どれも素敵な商品たちばかりですよね。いやそうなんですよ。あともうこんなにたくさん発売してたんだなっていうのも改めて驚きですね。今回はケイトに関わるすべてのメンバーにアンケートを取って、それぞれが選ぶトップ3の商品を投票しています。それでは早速ランキングを発表していきたいと思います。はい、まずは第5位になります。第5位はですね、デザイニングアイブロウ 3D フィットとバングスキープフィクサーの同率5位になります。このデザイニングアイブロウ 3D フィットっていうのがすでに発売されているデザイニングアイブロウの、限定バージョン EC 限定バージョンの商品になっています。その既存のやつより高発色と、フィット感が特徴になっています。これ本当にすごくて発色がいいのにすごいぼかしやすい、そのポイントがふわふわパウダーとねっとりオイルっていう処方なんですけど、私みたいな毛のあるタイプでも結構描きやすくなっていて、雅子さんも毛があるタイプですよねだから毛のない方におすすめの商品ではあるんですけど、どんな方でも今トレンドのちょっと濃いめのアイブロウを描くことができます。ケイトチームから選ばれた理由をいくつか紹介していきたいと思います。一塗りでしっかりと色づいて何度も重ね塗りしなくていいのがすごく楽。高発色なのに描きました感がなく自然にふんわり仕上がるので手放せないですねというコメントをいただいています。で、同率5位のバングスキープフィクサーは前髪をキープするジェルになっています。こちらは店頭で数量限定で発売して、今は EC 限定で定番化した商品になっていますよね。そうなんですよね。これ前髪命の担当者が作っただけあって、すごいなんかニーズを捉えている商品っていう風にチーム内でも評価されていて、トレンドのシースルーバンドも関連作れるんですけど、やっぱアホ毛とかも抑えれる、あとキープするっていうのがもうすごいポイントになってます。いくつか来たコメントを読んでみます。前髪に癖があり、マスクをしているとうねうねが増してしまいます。でもバングスキープフィクサーを使うと自分の思いのままに前髪の流れを作りキープさせることができるので気に入っています。はい、ということでした。 EC だとまだ手に入りますので、よかったらご覧になってください。第4位はパーツリサイズシャドウになります。おめでとう。おめでとうございます。これはもうケイトらしいと言いますか、目を大きくするあの手この手を考えるケイトらしい商品になってます。下まぶたを強調することによってちょっとこの方のあたりが
こうキュッと引き締まって見えるので小顔印象まで作れるものになっていて、シャドウ自体にも塗り方以外にもポイントありまして、上まぶたの方はちょっとマットでこう自然にまぶたに馴染むようなパウダーなんですけど、下まぶたには輝きツヤ感も入っているので下まぶたにボリュームがあるようなメイク効果があります。皆さんから届いているコメントもこれも読んでいきたいと思います。 RD1 番大好きです。 RD1 番これですね。この赤の色になります。 RD1 番大好きです。これぞ失敗しない赤。ずっとブラウン愛用者で赤は憧れるがハードルが高かったのですが、スイートのバスだけで一番上の赤色の何とも言えないフォギー感が今時感と抜け感を作ってくれます。浮かないなのにトレンディー、おすすめです。コンセプトに感動しました。そして涙袋に入れる B のカラーがキラキラでとても可愛いです。 OR1 が好きですっていうコメントが来ています。たくさんコメントが来ていますね。人気な商品なのでいっぱいコメントありますね。人気のレッドの1、私今使ってみてるんですけど、確かにレッドって聞くとちょっと強めになってしまいそうな印象あるかもしれないんですけど、結構まぶたに馴染むような綺麗な赤しています。続いて第3位の発表になります。第3位は 3D アイブロウカラー N です。いや、ここでこの色きましたかっていう感じですね。アイブロウにカラー入れるのがトレンドになってきて、開発時もケイトチームすごい流行ってた商品になります。今ちょっと黒髪の私もこのピンクベージュの色新色入れてるんですけど、髪色とは違うカラーニュアンス入れるだけですごいグッとおしゃれになるのでおすすめの商品たちになっています。はい、それでは皆さんからのコメントを読んでみようと思います。推し色ピンクベージュ、自眉の密度が高くアイブロウマスカラを使うとベタっと重たくなりがちでずっと苦手としていましたが、 3D アイブロウカラー N はしっかり眉色を変えながらふんわり仕上がるので毎日使うのが習慣になりました。眉色が主張しすぎることなくアイメイクとの統一感を作れるので気に入っていますというコメントをいただいています。嬉しいですね。カラバリの話ありましたけど、もともと4色あったものが今6色展開になっているので、すごい色数豊富で選びやすいと思います。あっという間なんですけど、第2位を発表していきたいと思います。第2位はですね、リアルカバーリキッドライトグローになります。こちらのリキッドファンデーションになりますね。もうケイトらしくハイカバーが密着して厚塗り感のない仕上がりができるリキッドファンデーションになります。チーム内のお気に入りのポイントも読んでいきたいと思います。肌の赤みや毛穴を一掃してくれるのに不自然で厚塗り感がなくて大好きです。コロナでファンデーションの使用を少し避けていましたが、このファンデーションを初めて使った時、肌が綺麗に見える嬉しさを改めて実感しました。レタッチしたかのような均一で綺麗な肌になるのが本当に気に入っています。しかも崩れにくいのが嬉しいです。気持ちよくスッと伸びるところ、ちゃんとカバーしてくれながらもそのカバー感は自分でコントロールできるところ、コンシーラーもすねちゃうほどのカバー力、肌の悩みが一塗りでなくなりました。とにかく陶器のような美しい肌になれる、透明感が増したような感じになったと思うっていうコメントをいただいています。いや、熱い思いがたくさんですね。いや、本当このリキッドファンデーションって高密着ダブルカバー処方っていう処方なんですけど、ハイカバーの原料とツヤ感カバーゲルみたいなのも入っていて、なんかハイカバーなのにそのツヤカバーゲルがリアルな肌感を演出してくれるので、ケイトのなんですかね、ハイカバーなのに密着させて厚塗り感がないっていうのをケイトが追求した一品になっています。それでは次は第1位の発表になるんですけれども、ちょっとその前に番外編として惜しくも入賞できませんでしたが、特定の人に深く刺さった商品をちょっと紹介していきたいなと思います。まずはですね、ラッシュフォーマー EX です。こちらウォータープルーフタイプのリニューアルしたマスカラなんですけれども、お気に入りポイントをちょっと読んでみたいと思います。ダマにもならないし綺麗なロングまつげになる、短いまつげも掴んで伸ばす、軽く塗るだけでスイッとまつげが伸びる、さらにそれがホールドされる、ボテッと重くなったり一部だけ固まったりしないっていうコメントをいただいています。確かにこれ私も使ったんですけど、ちょっとポテッとしたこのちょっとカーブのあるスプーン形状、すごいまつげをキャッチしてくれて、すごい私も気に入ってる一品となっています。
で続いてですね、他にも紹介していきたいんですけれども、3D プロデュースシャドウ、こちらもはい、お気に入り商品として上がってきました。コメントいくつか紹介させていただくと、自分自身重めの奥二重ですが、まぶたをすっきり見せつつ立体感のあるメイクを楽しめるから好きです。塗りましたという感じもなく、本当に自然に骨格が現れるので肌掛けカラーが大好きです。単色発売してくれたらいいのにと思うくらい使い勝手がいいです。すべての全色の肌掛けパレットみたいなものがあれば買いますっていう、もう熱いコメントをまさかはいのケイトチームからなんか新商品の要望みたいなのが出てましたけどいや本当にこれってこの上にあるカラーが肌掛けカラーなんですけど、すごい自然にここに彫りを作るようなメイク効果のある商品で、すごいケイトらしい彫り深い目元ができる商品になっています。そしてもう一つですね、紹介したいんですけれども、これももう深く刺さっている商品なのかなと思うんですが、ST 商品のリアルアイズプロデューサーになります。白目強調ライナーですね。そうなんです。これダブルタイプのなんていうかペンシルアイカラーになってるんですけど、ピンクの粘膜カラーと白目をイメージしたホワイト系のカラーで、ここに垂れ目っぽい感じで目を拡張させるような強調するようなメイクができるんですけど、それがすごい深く刺さってるんですよね。そうなんです。コメントで来ているのが、このアイテムの効果が十分に発揮される目なので、使用するとリアルに目が大きくなるから外せない。白目強調メイクをずっとしたいと思っていたものの、自分の白目から粘膜に合うクリーム系シャドウや、粘膜カラーのシャドウライナーを探すのは結構大変で、しっくりくるものが見つからずにいました。リアルアイズプロデューサーができてからは1本でどんなメイクにも合う白目強調メイクができるので、本当に使いやすいです。そうなんですよ。私ちょっと集計したんで分かってるんですけど、このさっきの私の目が向いてるみたいなコメントあったんですけど、その方ちょっとだけつり目気味の方で、そういう方ってここにもう垂れ目を存分に作れるスペースがあるんですよね。そういう方にもすごい効果が高く感じられますし、もちろんもともと垂れ目の方もそのチャームポイントを強調できるアイテムになってます。はい、それでは大変お待たせいたしました。第1位の発表をしたいと思います。第1位はですね、リップモンスターになります。おめでとうございます。おめでとうございます。もうこれはもう、当然の結果というか、文句なしの1位だと思います。本当に。この商品を選んだ人たちのコメントたくさんあるので、バーッと読んでいきたいと思います。すごい量ですよね。すごい量なんです色は4番のパンプキンワイン。色名も可愛いので集めたくなります。ここまでの大ヒットになるとは予想だにしていませんでしたが、テスト時に初めてつけてマスクにつかなくて大変驚きました。落ちないのに色もそのまま、適度にツヤ感もあるところが好き。推し色は06の2時 AM です。オフラインでもオンラインでもなぜか漏れます。一塗りで発色し、本当に綺麗についてつけ続けている間もベタつかず気持ちよく、色持ちもすごい。個人的にはパンプキンワインと地底探索が好きです。パンプキンワインに忍ばせイエローを入れると顔のトーンとより調和するから好きです。本当に色が落ちない。マスク生活で重宝している。パンプキンワインが特にお気に入りで、リップカラーコントロールベースと合わせて使うのが好き。初めて日常的に使い始めたリップです。たくさんコメントいただいています。たくさんのコメントを。たくさん、はい。よかったです。実は担当者の人からもコメントが来ているんですよね。いや、そうなんですよ。ちょっと読み上げさせてもらってます。すごい熱いメッセージが届いています。この製品開発に本格的に着手したのは2020年の年始、緊急事態宣言の発令や外出自粛要請など、私たちの生活が大きく変わり始めた時です。実はこの商品を発売する際、社内でやっぱりみんなマスクしてるのに口紅出しても売れないのではという不安の声もありました。ノーマールールズのケイトらしくあろう、マスク生活でリップメイクを楽しめないという風潮をぶち壊し、マスク生活でも使えて気持ちが明るく、メイクを楽しむ喜びや高揚感を再確認できるような商品を作ろうと思いました。そして生まれたのがこのリップモンスターです。この製品が皆様に認めてもらえて本当に嬉しいです。これからもケイトとリップモンスターお願いいたしますということです。
なんかこう自画自賛もすごい面白いコメントになってるんですけどケイトチーム内でも品質にファンが多いこの商品になっています。本当にすごいですよね。自信を持ってケイトチームが一度自信を持っておすすめするリップモンスターになっています。はいということでこうやって今ちょっと可愛いちっちゃい表彰台みたいなのがあるんですけど1位2位3位そして4位5位とこのように並んでいます。でここまでベスコスとして紹介してきたんですけれども今回は、プレゼント企画ということでいつもケイトチャンネルを楽しんで見てくださっている皆様にプレゼントを用意したいなと思っています。応募期間は、12月31日までになっていて、応募方法はツイッターを使って推しケイトっていうハッシュタグを一緒に使って投稿すると応募完了になります。詳しいことは概要欄に書いてありますのでそちらをチェックして応募していただけると嬉しいです。ぜひたくさんのご応募お待ちしております。今回の動画ではケイトチームが選ぶ21年発売商品のベスコスを紹介してきました。皆様の気に入ったアイテムだったり気になるアイテムがあればコメント欄などでもぜひ教えてください。感想もお待ちしております。長い動画になってしまいましたが最後までご覧くださりありがとうございました。次の動画もぜひぜひ楽しみにしていてください。ノーモアルールズケイトバイバーイ。